ロケの現場って休憩時間でもスタッフさんたち大変そうだよね。休憩中に休めてるのって出演者くらいよね。ほんとスタッフさんには頭が上がらないわ。数分のコーナーでも撮影は1日がかりだものね。番組の面白さを引き出すのは私たちの役目だから、私たちもスタッフさんに負けないようにしっかりその役目を全うしないとね。なんだか急にお店が賑やかになってきたわね。あ、店長さんが言ってた団体のお客さんが来たのかも。パーテーションを立ててもらってるから大丈夫だと思うけど、あまり騒いで迷惑かけないようにしないとね。そうだね。でも団体さんってうちでは結構珍しいんだよね。どんなお客さんなんだろう。お客さんどうしたのみのりって。あれって女子プロレスラーのライザ封じ。まあ有名な人なの？フォロワーが150万人くらいいる超人気のピクシアラーだよ。最近人気が落ちてたプロレス団体を立て直しちゃうくらい大人気の選手なんだ。へえ、そんなに人気なんだ。スイーツ好きでも有名で、コンビニのスイーツとかもプロデュースしてて、試合の後には同じ団体の人たちとスイーツのお店を巡ってたくさん食べるってことで大食いの人としても有名なんだよ。大食いって。これはさすがに。店員さんたちにとっては試練になりそうね。私たちも撮影始まっちゃうよ。みずきちゃんたち大丈夫かしら？ちょっと今フォローはできそうにないし、信じるしかないわね。頑張って二人とも。私も3つ。みずきちゃん、仕上げ入れる？ちょっと待って、最初に上がってた3つの仕上げがまだ終わってないから。ここのクリームは5連だよね。2、3、4、5っと。よし、できた。我ながらなかなかの出来栄えだね。今焼いてもらったやつも仕上げ入るよ。ほんと？それなら私も一旦焼きは落ち着いたし、クリームの方手伝って。なんかあった？このお皿の端っこのクリーム、ちょっと潰れてないかな？え？確かに他のよりはちょっとだけ低いかもしれないけど、
そんなに気になるかな。それに、メインの真ん中のリボンのとこは、どのお皿よりうまくできたと思うし。ダメです。やり直しです。結構うまくできてると思うのに。今みたいに忙しくなると、全部を一番いい仕上がりにするのが難しくて、つい手を抜いちゃうお皿もあるかもしれないけど、私たちにとっては、たくさんのお皿の中の一枚でも、お客さんにとっては、その一枚が全て。だから、どんなに忙しくても、手を抜かないこと。その時の全力を、その一皿にぶつけること。それが、このカリーノ・カリーナの方針なのです。全力を、一枚にぶつける。確かにそうだね。僕も自分で何かを作るときは小さなとこにも表現こだわるし。分かってもらえてよかった。私も最初に店長から聞いたとき、厳しいなーって思ったんだけど、お店で働いてみて、お客さんの笑顔を見てたら、店長の気持ちが分かったんだ。そうだね。誰かに届けたいものを作るときは全力でやるべきだし、そうしないと作り手の思いも伝わらないよね。よし。やり直すよ。僕も最高の盛り付けする。おお、その意気だ。じゃあ、今からクリームを直す方法を教えるね。この潰れちゃったところを、こうちょちょっと。すごい。本当に綺麗に直っちゃった。でしょでしょ。次から失敗しちゃったらこの方法でやればいいから。じゃあ早速次のオーダーを。今、悲鳴みたいなの聞こえなかった？水木たち、大丈夫かしら？何かこっちで助けられればいいんだけど。あ、そうだわ。今なら。確かに、パフェ以外のメニューも美味しそうですよね。さっきから他のものを注文している声もたくさん聞こえるし。なので、一つ提案があるんですけど。